1943年4月18日6時5分、ニューブリテン島ラバウル東飛行場から2機の一式陸上攻撃機が離陸した。ラバウル基地の上空では、護衛のゼロ戦6機が周囲を警戒。一式陸港と合流すると、東南へ向かった。前日4月17日夜、第204海軍航空隊司令杉本牛江大佐は、204空から6人の搭乗員を選抜、司令室に呼んだ。杉本司令は6人に、一式陸港2機の護衛を命令。目的地は、ショートランド諸島バラレ基地。1番機には、山本五十六連合艦隊司令長官。2番機に、連合艦隊参謀長宇垣まとめ中将の搭乗を伝えた。杉本司令は最後に、この任務は責任が重いと付け加えた。山本長官の護衛隊に選ばれた6人は、指揮官兼第一小隊長森崎武予備中尉、2番機辻上豊光一飛曹、3番機杉田正一飛長、第二小隊長日高義美上飛曹、2番機岡崎康二飛曹、3番機柳谷健二飛長。9人であったという話もあるが、柳谷飛長は最初から6人であったと明確に記憶している。山本長官の目的は、ソロモン諸島及び東部ニューギニアで行われた敵基地、敵艦船への航空攻撃、伊号作戦の前線視察、慰問であった。ラバウル基地からショートランド島北東沖バラレ基地までは約2時間500キロ。一帯は日本海軍の制空権下にあり、飛来する敵機は夜間、高高度の爆撃機、短期の偵察機程度で、危険の少ない海域であった。とはいえ、午前中、ラバウルからソロモン方面への飛行は、太陽に向かうことになり、山本長官の安全、敵機の早期発見による空中戦の主導権を考えれば、逆行の時間帯の飛行は望ましいとは言えなかった。また204空に護衛任務が命じられたとき、204空では20機の護衛を申し出たが、連合艦隊司令部は6機も出せばいいと回答。山本長官の前線視察計画は緊張感が欠けていた。一式陸港2機と護衛6機は晴れ渡った空と青い海の上を約1時間、高度2500でブーゲンビル島上空に達した。ブーゲンビルブイン基地には第26航空戦隊の司令部があり、戦闘機体が配備されていた。長官の視察計画はブイン基地の司令部にも届いていたが、第26航空戦隊から護衛に加わる機体はなかった。護衛隊は万が一の敵機来襲に備え、敵基地方面、海側に注意を払い、V 字編隊でバラレ島基地を目指した。7時25分、ブーゲンビル島東端に到達。バラレ島基地も近くなり、陸港は間もなく高度を下げようとしていた。7時35分、日高上飛曹は味方6機の後方、高度1500ジャングルの上に、北から南に高速で移動する敵4機を発見。独特な機体の形状は P38 戦闘機ライトニングであった。日高上飛曹から遅れて、森崎中尉もジャングルから突然現れた4機を確認。敵は優位な体勢を取るため、陸港2機の右前方に回り込もうとしていた。日高上飛曹は異変を知らせるため周囲を警戒しながら
石切空港一番機に接近。情報に造装を捨て陸港をめがけて一直線に降下を始めた B3812 機を発見した。日高上飛曹は直ちに列機の第二小隊を率いて情報の12機に突っ込み、陸港一番機は一気にジャングルの上50メートルまで高度を下げた。森崎中尉は陸港の進路を塞ごうとする B38、4 機の先頭に上部後方から攻撃。森崎中尉の列機辻上一飛曹と杉田飛長も下方の敵を標的とした。最初の一撃をかわした先頭の敵機は森崎中尉を振り切るため横転を始め、森崎中尉は敵機の後ろに張り付こうとしていた。一機の P38 に照準を定めた杉田飛長は敵の右エンジンを撃ち抜き黒煙を上げさせた直後、上空から機銃掃射を受けた。杉田飛長の戦い方は敵に対して逃げずひるまず、降り注ぐ銃弾にもひるむことなく操縦桿を引き、エンジンや機体に被弾しながら異常が見られない合気を操り、まっすぐ敵機に突っ込んでいった。杉田機の突進に空中戦を嫌った敵は逃げ始めたが、運動性能で勝るゼロ戦と空戦に長けた杉田飛長は瞬く間に P38 の後方を取り、翼付近を銃撃、敵を撃破した。辻上一飛曹は造装が切り離せないでいる敵の後方から距離を縮め、追い詰められた敵が反転する瞬間を待って機銃を放った。敵は翼の付け根付近から白煙を吹き離脱。辻上一飛曹は深追いせず次の敵機に向かっていった。初撃を外した森崎中尉は後方から敵を追いかけていた。攻撃の機会を伺う森崎中尉の前方では敵が横転を繰り返し、その敵の目の前を襲撃を避けて飛行する石切空港一番機が横切った。敵はその瞬間に機銃を放ち、また回避を続けた。森崎中尉の目の前で被弾した一番機は右エンジンから出火。ワンショットライターと揶揄される石切空港は瞬く間に炎に包まれ、7時50分、敵機発見から15分、ジャングルに消えていった。山本長官機から昇る黒煙の上空では、日高上飛曹、岡崎二飛曹、柳谷飛長が数倍の敵を相手に空中戦を展開。乱戦の中で岡崎機がエンジンに被弾。岡崎二飛曹は空戦を諦めバラレ基地に緊急着陸。山本長官不時着の情報をいち早く伝えた。第二小隊は12機の P38 を防ぎきれず2番機が被弾。陸港は火炎を吹きながらモイラ岬付近の海上に着水転覆。敵は石切空港2機を撃墜すると空中戦を回避しながら撤退。残された護衛隊はジャングルから立ち上る黒煙を中心に旋回を続けた。日高上飛曹に促された森崎中尉は山本長官護衛隊5機を引き連れ部員基地に着陸。部員基地ではバラレに着陸した岡崎二飛曹の報告ですでに箝口令が敷かれ、基地は騒然としていた。森崎中尉は第26航空戦隊司令部に報告に向かったが、高坂金井司令からは非難の言葉はなく、長官機の墜落地点や敵の情報を伝えると待機を命じられた。その後、長官捜索に加えられることもなかった5機はラバウルに帰還を命じられた。森崎中尉は傍らで目にしたブーゲンビリアを積むと部員基地を離陸。間もなく
原レ基地を離陸した岡崎2飛曹が合流した。森崎中尉は長官が吸い込まれ、今は細くなった黒煙の上空を旋回すると、真っ赤なブーゲンビリアを上空から投じた。2時間後、6機はラバール基地に着陸。長官機撃墜を知らない基地ではいつもと同じ風景が広がっていた。ただ、険しい表情の宮野大尉が森崎中尉に近づき、何事か小声でつぶやくと、森崎中尉を戦闘指揮所に連れて行った。戦闘指揮所の森崎中尉は204空杉本司令に、長官機の落下地点、敵の数、出現方向、列機の戦果などを伝えた。報告を済ませると、それ以上森崎中尉になすことはなく、不動のまま指揮所の中で立ち尽くしていたが、森崎中尉に気がついた宮野大尉が外に促した。宮野大尉は長官機護衛の功績を譲るため、森崎中尉を護衛隊隊長に指名したこと、宮野大尉が出撃しなかったことで森崎中尉を苦しめることになったことなどを苦悶の表情で語った。1943年4月20日、長官機墜落から2日後、204空18機に出撃が命じられた。被弾した杉田機、岡崎機を除く長官の護衛4機も出撃したが、この日は快適しなかった。4月25日、宮野大尉が隊長の第1中隊9機と長官の護衛隊6機を第2中隊とした15機がラバウルを出撃。陸攻隊2編隊を護衛し、敵の学海基地攻撃に向かった。学海島では第1中隊が高高度で上空援護、第2中隊は陸攻の護衛に当たった。陸攻隊は激しい対空砲火に遭いながら無傷で攻撃を終え、帰投を開始。第1中隊は上空で敵機と交戦していた。森崎中尉は陸攻隊の護衛任務を日高上飛曹の第2小隊に命じると、自らは第1小隊を率いて混乱する学海島に引き返していった。第1小隊は敵基地内を機銃掃射で暴れた後、機首を返した。学海島の空中戦で6機を撃墜し、無事ラバウルに帰還した宮野大尉は、森崎中尉の行動を知ると激怒。任務の放棄、部下まで危険にさらした軽率な行為を厳しく叱責した。翌4月26日以降も、長官の護衛隊6機には、制空任務、上空哨戒任務、輸送護衛任務が命じられ、忙しく出撃を繰り返していたが、6機の出撃回数が特別多かったわけではなく、204空には護衛隊6機より出撃回数の多い隊員もいた。柳谷市長。1943年6月7日晴天。部員基地に前進していた204空24機のゼロ戦隊は、爆走で敵ルッセル基地攻撃に出撃。ゼロ戦隊は高度8000で敵基地上空に侵入。急角度で降下を始め、爆撃態勢に入った。204空の侵入に気づいたルッセル基地からは、激しい対空砲火が始まった。ゼロ戦隊は第1中隊、第1小隊から攻撃を開始。第1小隊4番機、柳谷飛長は、機体をかすめ飛ぶ弾幕の中、急降下を続けた。高度6000、柳谷機が切りもみを始めた。柳谷飛長は、風防に開いた大きな穴と、操縦桿を握っていたはずの右手が、手首の先でぶら下がるのを見た。柳谷市長は、飛びそうになる意識の中で左手を伸ばし操縦桿を握り、被弾した右大腿部をかばいながら、
左手左足だけで切りもみと格闘。機体を安定させた柳谷市長の周りには敵も味方もなく、弾幕やルッセル島上空から外れていた。出血の止まらない柳谷市長は薄れゆく意識と戦いながら味方の基地を目指した。柳谷機は敵基地学海島上空を迎撃を受けることなく通り抜け、ニュージョージア島西部ムンダ基地に低高度から胴体着陸、そのまま意識を失った。日高上飛曹、岡崎二飛曹。第一中隊第二小隊長日高上飛曹は第一小隊に続き、激しい対空砲火の中で爆弾を投下すると、そのまま敵弾の中を降下、高度2000で海上に抜けた。日高機は爆撃の後、空中戦を戦う姿が目撃されたが、その後消息不明となった。第三中隊第三小隊3番機の岡崎二飛曹は爆弾投下後、ルッセル島から学海島の上空まで敵機との空中戦を繰り広げ、敵13機の共同撃墜後、被弾未帰還となった。同日夕刻、部員基地飛行場の脇に森崎中尉の姿があった。ルッセル基地攻撃に出撃したゼロ戦の航続飛行時間はとうに過ぎ、日高上飛曹、岡崎二飛曹が戻るはずもなかったが、森崎中尉は空を見上げ続けていた。ムンダ基地の野戦病院で目を覚ました柳谷市長の右手は手首から先がなくなっていた。柳谷市長はムンダから部員ラバウルへ送られ、後日トラック島経由で日本帰還が決まった。柳谷市長が重傷を負い、日高上飛曹、岡崎二飛曹が未帰還となると、森崎中尉の口数は減り、食事もあまり取らなくなった。森崎中尉。1943年6月16日、204空ゼロ戦隊に582空、251空と合同でガダルカナル島ルンガ白地の敵輸送船団攻撃が命令された。宮野大尉率いる204空ゼロ戦隊24機は部員基地で他の航空隊と合流するため5時5分ラバウルを出撃。翌日ラバウルを離れることに決まった柳谷市長は特設第8海軍病院の窓から次々離陸する仲間の姿を見送った。6機であった長官の護衛隊は3機となり、この日の出撃は第1中隊第1小隊3番機に辻の上一飛曹、第2中隊第1小隊長に森崎中尉、第2中隊第2小隊3番機に杉田市長が編成された。6時55分、204空は部員基地で燃料補給を終え、582空、251空と合流、打ち合わせが行われた。偵察隊の報告では、ルッセル島、ガダルカナル島の両敵基地には、合わせて100機以上の敵機が確認されていた。出撃までにわずかな時間があった部員基地では、最近頭痛で顔をしかめることが多くなった森崎中尉を辻の上一飛曹が心配し、隊長を訪ねた。森崎中尉は隊長には触れず、今日は日高と岡崎の弔い合戦に行くぞと言葉を返した。10時、合流して96機となった攻撃隊が部員基地を出撃。上空で編隊を組むと、高度6000で東南ルンガ白地を目指した。11時55分、前方にガダルカナル島が見え始め、その上空には
いくつもの点が見えた。敵はすでに攻撃を察知、迎撃機体が待ち構えていた。204空は宮野大尉を先頭に速度を上げ、敵機に突入。空中戦が始まった。森崎中尉と杉田士長は目の前の敵に銃撃を加え、辻の上一匹は疲労が見える隊長機、宮野大尉のそばを離れず、隊長機を援護、近づく敵を攻撃した。空中戦は激しさを増し、その間に艦爆隊は攻撃を終え、帰途につき始めた。混戦の中で、宮野大尉とはぐれ、短期となった辻の上一匹は、情報から3機の敵に襲われた。敵は、殺虫ウィーブと思われる連続攻撃を繰り返した。辻の上一匹は、死闘の末、1機を撃墜したが、被弾負傷。敵は、辻の上機にとどめを刺さずに離脱。辻の上一匹は、傷ついた機体と体をごまかしながら、コロンバンガラ島基地に生還した。野戦病院に運び込まれた辻の上一匹は、肩、こめかみ、背中、大腿部、4カ所に重傷を負っていた。この日の出撃で、山本長官護衛隊長、森崎中尉が消息不明。護衛隊を気にかけてくれた宮野大尉も未帰還となり、204空から士官搭乗員がいなくなった。辻の上一匹ラバウルの海軍病院では、辻の上一匹が驚異の回復力を見せていた。4カ所に重傷を負ってからわずか2週間、1943年7月1日、レンドバ島付近に現れた敵輸送船団攻撃隊の護衛任務に志願した。まだ無理だと止める者が多かったが、辻の上一匹は強く願い出て、第三小隊長として出撃。辻の上一匹は、レンドバ島上空、敵40機との乱戦の中で、消息を絶った。長官機撃墜から2ヶ月半、杉田士長は、繰り返される出撃の中で、撃墜記録を伸ばし続けていたが、柳谷士長が右手を失い、日高上飛曹、岡崎二飛曹、森崎中尉に続き、この日、辻の上一匹が消息を絶つと、次は自分の番だと周囲に漏らすようになった。闘魂の魂、空戦の神様。日本海軍の搭乗員育成が追いつかず、補充や補給がままならない中、熟練搭乗員が徐々に失われていった。戦局は連合国に傾き始め、前線では残された隊員の出撃回数が増え続けていた。杉田の出撃回数は7月だけで21回、そのほとんどで戦果を上げて戻ってきた。1943年8月26日、部員基地に進出した杉田に、上空に侵入した敵機迎撃が命令された。杉田の8月の出撃はこれで18回目となった。14時25分、部員基地を離陸。味方を上回る20機と空中戦となった。戦闘開始間もなく、杉田はエンジンに被弾。漏れ出した燃料に引火した炎は機体を包み、杉田は落下傘により生還したが、激しく燃える操縦席からの脱出で、手、足、顔に重いやけどを負った。杉田は1月以上ラバウルで治療を続けたが、やけどは経過が悪く、内地での治療が決まった。杉田は柳谷市長に続き、生きてラバウルを出ることになった。10月13日、舞鶴海軍病院に移送。日本に戻ると、杉田の傷は順調に回復。治療とリハビリの後、大村航空隊の飛行教員に着任。
1944年4月、一匹曹となっていた杉田はベリリュー島に進出していた第263航空隊兵部隊配属となった。263空では以降、杉田の列機として移動を共にする笠井智和が杉田の小隊に配属された。過酷なラバウルでの戦いを生き残り、輝かしい撃墜数を誇る杉田は闘魂の魂、空戦の神様と呼ばれた。1944年7月、263空の解体に伴い第201海軍航空隊に編入。分隊長菅野直大尉のもとに配属された。激戦で揉まれ腕に覚えのある杉田は上官に不遜な態度を見せることがあったが、優れた統率力と部下を思いやる菅野大尉には従順であった。10月、特攻が始まると杉田は特攻隊員に志願。201空副長玉井朝一中佐に特攻はいつでも行けると説得され、内地への移動が命じられた。杉田は252空に配属となり、ロケット特攻兵器桜花の護衛となるはずであったが、任務に就くことなく移動。1945年昭和20年1月、松山の第343海軍航空隊に配属となった。343空では菅野大尉が隊長を務める戦闘301航空隊新選組の副隊長となった。杉田は地元女学生が送ってくれた紫のマフラーを首に巻き、にっこり笑えば必ず落とすを合言葉に自伝会を借り、日本軍劣勢の中で撃墜数を増やしていった。杉田は戦闘だけでなく編隊運動や空戦技術、ひねり込みなどを若い搭乗員に教え、部隊の練度向上に貢献した。1945年4月15日、14時50分、鹿屋基地。杉田は滑走路上の試電会で即時待機を命じられ、出撃を待っていた。敵機北上中の情報でエンジンを始動、離陸を開始した。直後、基地上空に敵の別動隊7、8機が侵入。異変に気づいた杉田は後方の敵機を指さし、列機に何事か叫んでいた。離陸直前の杉田機は敵の集中攻撃を浴び、試電会は地上から数メートル浮いて火を吹き、そのまま地上に激突した。杉田の遺体は木箱に収めたまま、鹿屋で庶務を務める地上基地の裏山に放置された。それを見た343空源田実司令は激怒。強く働きかけて、一晩安置後の火葬が決まった。翌日、杉田の火葬中、基地上空に現れた敵機がロケット弾を発射。杉田の遺体を吹き飛ばした。わずかに回収された杉田の遺体はたらい回しとなり、無縁仏として葬られたらしいということが戦後の調べで分かった。263空から343空まで杉田の列機を務めた笠井智和は、そば近くで見ていた杉田の印象を、山本長官の護衛で自分が生き残ったことに責任を感じていたんではないか、どこかで死に場所を求めていたような気がすると語っている。山本五十六護衛隊は懲罰的な出撃はなかったものの、その責任を感じていた6人は、森崎中尉、日高上飛曹、辻の上一飛曹、岡崎二飛曹が消息不明。ラバウルで生き残った杉田上飛曹も鹿屋で命を落とし、遺体も行方不明。唯一右手を失い空を飛べなくなった柳谷飛長。柳谷飛長は空を諦めていなかった。
ラバウルから生還し、傷が癒えると、右手に義手を装着、操縦桿を握り、もう一度空を目指した。1945年8月15日、柳谷健二氏は、山形神町航空隊93式中間練習機教員として終戦を迎えた。